皆さんどうもこんにちは、たいのすけです。今回は Adobe Fresco の様々な便利な機能を使いながら、この絵を描いたやり方を説明します。フレスコはペンで絵を描くだけのアプリではありません。絵を描くための様々な便利な機能が備わっています。今回は特に下書きの時に役立つ機能を中心に解説します。初心者だけでなく、中級者以上の方にもヒントになる機能を紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。今回の参考写真がこちら。画面にはまだ何も書いていません。白いままです。ここからこのファイルの名前を入れることができます。まずはこの四角いお皿を描きます。ここに描画を補助する図形があります。ちょっと長押しして正方形を選択。サイズを調整して鉛筆ブラシでなぞって四角を描きます。描いたらここをタップしてツールをしまいます。レイヤーを複製します。拡大縮小ツールで大きさを調整。できたらレイヤーを一つに統合したいので、下のレイヤーと結合をタップ。これで一つのレイヤーの中にお皿の形ができました。これをまた拡大縮小ツールで形を変えていきます。たくさんツールがありますね。自由変形ツールも使いながら形を調整します。できたらまたレイヤーを複製します。位置をずらしたり、形を調整したりします。余計な線を消しゴムツールで消します。下のレイヤーと結合で1枚のレイヤーにまとめます。このままでもいいんですが、よく見るとこのお皿、少し歪んでいますよね。拡大縮小ツールの中にある歪みからワープを選びます。下にあるスライダーでブラシサイズを変更。かなり大きいサイズにします。これでゆっくりと画面を引っ張ると、ぐっと歪みましたね。位置とサイズを再調整して、お皿はこんな感じでしょうか。次にドーナツのガイドを作ります。新しくレイヤーを作ったら、描画補助から円形を出して、先ほどと同じように形を調整しながら配置します。これをガイドラインにしてドーナツの下書きをします。レイヤーの不透明度を薄くして、新しいレイヤーを用意。ここに鉛筆ブラシで下書きを描いていきます。下書きが大体できました。では、テーブルの模様の下書きをします。このラインを描きたいんですね。フレスコにはグリッドを出して描く機能があるので、それを使います。ガイドとグリッドを出して、グリッドにチェックを入れます。いろいろな選択肢がありますね。小シス点を1点にします。小シス点を編集をタップすると、このように自分でガイドを調整できます。できたら、グリッド軸へのスナップにある描画にチェックを入れます。そうすると、グリッドに沿う形で線を引くことができます。この機能は様々なパースを描くためのガイドとしてとても便利ですよ。単純に楽しい。だいたいできたら、グリッドのチェックを外してグリッドを非表示にします。この線は別レイヤーに書いておきました。拡大縮小ツールの自由変形で調整します。ここでこのドーナツの角度を再度調整したいと思います。選択ツールでドーナツの外形を選択。拡大縮小ツールで角度などを調整します。はい、これで下書きが完成しました。背景と下塗りをします。背景は水彩ブラシで塗ります。ライブブラシから水彩ウォッシュソフトを選びます。フレスコの最大の特徴の一つがこのライブブラシです。水彩は本当に色が滲んで混じり合っていくという優れものです。ぜひ試してみてくださいね。テーブルの目地を描いていきます。ブラシは鉛筆。フリーハンドで線を引き、終わったところでそのままキープすると直線になります。わかりやすく説明しますね。フリーハンドで線を引いて、そこでキープ。直線になった後も調整できます。お皿を塗っていきます。
2本指で画面を拡大縮小したり、回転させたりして描きやすい状態にして描いていきます。ブラシはマーカー。色は一旦適当な色を選んでいます。色は塗った後でも調整できますよ。ドーナツ、チョコレートと順番に色の下塗りをしていきます。ポイントはすべてレイヤーを分けておくこと。このことがこの後役に立ちます。下塗りが終わりました。レイヤーをこのように分けました。シュガーチップ、チョコ、ドーナツ生地、お皿、背景ですね。ではそれぞれ色を調整していきましょう。チョコのレイヤーを選んでアピアランスを出します。下のレイヤーにクリップのチェックを入れます。こうすることでチョコのレイヤーのみに変化が起きます。色相、彩度を選んでチョコの色味を3つのスライダーを使って調整します。できたらこの色調整レイヤーを下のレイヤーと結合させます。こんな感じで全てのパーツの色を調整します。お皿、背景も。ということで色の調整が終わりました。では書き込んでいきます。ブラシは鉛筆とマーカーを使っています。この先はひたすら書き込んでいく作業が続くだけなので、再生速度を上げてご覧いただきます。私のチャンネルではフレスコの使い方だけでなく、実際に絵を描く時のヒントもお伝えしています。色の選び方や透明なものの描き方、絵の引き締め方などたくさんあります。また、脳科学に基づいたものの見方なども紹介しています。リアルな絵を見たときは、あなたの脳はバグを起こしているなんて動画もありますよ。あなたにとって参考になるものがきっと見つかると思うので、他の動画も覗いていってくださいね。では最後に絵を部分的にぼかしていきます。レイヤーはそれぞれのパーツごとにまとめてあります。指先ブラシから汎用、ソフト、円、不透明を選びます。ブラシのサイズをこのくらいの大きさにします。ではピンクのドーナツから。こんな感じで細かく指先を動かしてぼかします。では他の部分もぼかしていきましょう。ということで絵ができました。いかがでしたか？今回はすでにフレスコを持っていて絵を描いている方向けのヒントが多かったと思います。この他にもフレスコ完全初心者向けの動画も用意しています。この動画の終了画面からご覧ください。もしこの動画がためになったら高評価ボタンをお願いします。応援してもいいよという方はチャンネル登録もお待ちしています。それでは最後までご視聴ありがとうございました。